ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのドメインランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、昨日行われたエモチャレンジにおいて、7勝2敗で見事優勝を果たしたリストですね。この大会では準優勝もこのリストから螺旋を抜いたようなランプになっていて、ローテーション後の主力デッキとしてドメインランプが残る形になっています。デッキ解説の前にメタの解説をするのですが、ローテコ最初の大会においては弱体化の影響をほぼ受けなかったゴルガリミットが、なんと使用者の 56% というとんでもない分布になっていて、おそらくその分布を見て次の日の大会でランプを持ち込んだ2人が結果を残したという流れですね。ドメインランプは3色ランドが使えなくなったことで、力戦の束縛を早いターンに1マネでプレイするのが難しくなり、明確に弱体化しています。上位2人のリストではどちらも3色ランドの代わりに重宝ランドを多く使用していて、力戦の束縛をなんとか 2,3 マナでプレイしていこうという形になっていますね。使ってみた感じ、2ターン目に束縛をプレイすることはできなくなっているのですが、ランプにありがちな欲しいカードが引けないというのを重宝ランドでカバーすることができるので、この形はこの形でゲーム全体で安定感を出せるのが強いなと感じました。また装飾庭園を踏み歩くものだった枠は、古のヤギ角に置き換わっていて、アタッカーになる代わりに大量にゲインすることができ、アグロをさばき切った後に火力で焼かれるという展開が少なくなっていますね。新カードとしては再録されたグーワの小道が2枚だけ採用されていて、アンタップインになるのは4ターン目以降になるのですが、2、3ターン目以外であればいつ置いても悪くはないカードなので、ランプにすんなりと入るカードかなと思います。はい、ということで、まだブルームバローがリリースされていないので、グーワの小道を基本たちに置き換えた形になりますが、ヤギ角型のドメインランプがどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。これはさすがにマリガンですね。はい。まあ、1、2ターン目の、アクションはないんですが、まあ、先手ということでキープしていきましょう。基本的には、まあ、重宝ランドを置いて、必要なパーツを探しに行く形となりますね。封鎖は、まあ一応もらっておきますか。さあ、相手赤黒。さて、もう一回重宝で、はい、土地はもらっていきましょう。ラクドスですかね。ラクドスもね、おそらく、まあ、ローテ後の、新環境においては、割と、まあ、見る、カラーリングになっていきそうではありますが、さあ、ということで、まずは、ヤギ角を置いていきましょう。まあ、収穫者もね、かなりお世話になりましたよね。さあ、まずは3点を入れていく。封鎖で、まあ、全部、追放できるといいんですが、さあ、ここは溶鉱炉。なるほど。さあ、このターンは、5マナしか出せないんですが、まあ、一旦束縛からでも、いい気はしますね。まあ、重宝ランド型だとね、だいたいこんな感じで、まあ、3マナとか2マナとかで打っていく形になりますね。できればね、その2マナで打てると、まあ、このターンにもね、もう一回、力戦を構えることができたんですが、相手メインから、まあ、ヨコロが入っているということで、おそらくコントロールを、まあ、見ている形のラクドスになりますね。ブレイズ。これはまあ、引かせましょう。さすがにヤギ角と交換はさせたくないため。さあ、アトラクサ引いてくるんですが、土地は引かず。このターン土地を引けてるとね、大天使でブレイズも落とすことができたんですが、まあ、束縛構えるよりは、大天使いきますか。大天使が、まあ一応ね、生き残ってくれれば、まあブロッカーにもなるということで、さあ2点ゲインして、残り16点まで。で、このヤギ角の偉いところは、まあやはりライフゲインで、まあアトラクサをキャストして、まず4点ゲインが、確定するっていうのが、だいぶ強いですね。まあおそらくランプを使ったことがある方だったらわかると思うんですが、まあアトラクサを出した開始のターンにね、アトラクサを作られてそのまま負けるっていう、まあ、展開を結構経験してる人が多いと思うんですけど、まあそういうのがちょっと防げるようになったっていうのが、まあヤギ角型の強みではあるかなと。さあ、ブレイズでどんどんとドローされていく。まあなんだかんだブレイズは、こういう形で綺麗に回るとだいぶ強いですよね。望みなき悪夢で、スクライ2。1枚をトップに置いていく。さあ、なんとか、群れの渡りで、土地を持ってくることができますね。まあ、青マナか赤マナかですが、赤マナを持ってきて、さあ、これでようやく、
歴戦の束縛を2マナでキャストすることができるようになりましたね。このターンハンデスがなければ、次のターンにアトラクサをキャストできる可能性はありますが、まあただこのターンにベールのリリアナなんかが出てくるとちょっと、きつくなっていきますね。最低ハンドが5枚ある状態。脅迫は効かないので OK ですね。さあこれはアトラクサチャンス。まあ従来のランプよりワンタップインの枚数はね多くなってるんで、ただアンタップインはできず、一応ヤギ角を引いたため、次のターンに打てるのは確定ではありますが、まあ相手がハンデスを引く可能性も全然ありますね。さあ6点通って残り8点までからの収穫者。ヤギ角で一応まあゲインはできるんで、はい、これで8点ゲインですね。これがヤギ角型の強いところ。さあ2回誘発でアトラクサをキャストしただけで8点をゲインしていく。まあこれで相手が、除去を持っていても、大丈夫という形ですね。歴戦、螺旋、土地アトラクサもらっていきましょう。で、このゲーム終盤の超宝ランドもね、結構強いですよね。従来のドメインランプだと、まあ3色ランドだったんですけど、3色ランドも一応サイクリングすることはできるんですが、まあ、やはり超宝ランドは、まあゲーム序盤から終盤まで、しっかりとね、デッキの安定感を上げてくれるのが、まあ強みではあるかなと。最低収穫者使ってきたので、おそらく、もう一回使ってくるのか、まあ、もしくは、マイナス修正系の、カードを持ってるかの2択ですね。火力、なるほど。さあ、4点火力。あ、3点プラス、スクライか。さあ、スクライをトップ。さあ、これで6点は入っていくんですが、まあ、アトラクサ2枚目見えているため、これは情報先に置きましょう。さあ、重宝して、ヤギ角はさすがにいらないかな。さあ、そして、アトラクサでさらに8点ゲイン。とんでもないですね。さあ、8点、8点と16点ゲインしていく。そして、アトラクサもう1回。いいですね。さて、まあ、ディスカードないので、そのままターンを渡していきましょう。まあ、ラクダス相手だと、ここから負けることはおそらくないかなと。まあ今そのゴルガリがねめちゃくちゃ流行ってるんですけど、ゴルガリに対しても基本的にランプはだいぶね有利を取っていくことができるので、まあローテ後ゴルガリを使いたい方はランプに要注意ですね。じいじい。相手ラクドスなんですけど、まあハンデスブレイズ型ですね。なので、まあベイロスは入れてもいいかなという感じはありますね。ベイロス以外だと、まあ、欲しいカードは正直ない気はしますね。太陽効果はちょっと抜いていいかな。うん。まあ、1枚1枚ぐらい抜いていく感じで。一時的封鎖がね、ちょっと、まあ、刺さったり刺さらなかったりっていう感じなんですが、まあ、豆の木でいいかな。うん。まあ、1枚ずつ抜いていく形でいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。はい、これはキープしていきましょう。まあ、しっかりと、序盤から動いていけるハンドということで。さあ、ただ相手脅迫からスタート。うん。まあ、束縛ですかね。はい。さあ、重宝していきましょう。ベイロス。うん。まあ、正直そのベイロスって別に強いカードではないんですが、まあ、こういうハンデス系のデッキに対しては結構ね、強いカードですね。さあ、脅迫。お、そっちを落としていく。なるほど。はい。これですね。こっちに選択権があるハンデスカードが結構ね、採用されているデッキなので、まあ相手が打ったらなぜかベイロスが出てくるっていうね、展開もワンチャンありますね。
さあ、いて収穫者。悪夢、来てほしいですが、はい。さて、まあ、ウェールのリリアナとかでも OK。とりあえず、まあ、様子を見ていきましょう。さあ、3点入って残り15点まで。ミレックス。お、そのままターンを渡してくれ。なるほど。これはまあ一応、豆の木から先ですね。ソホランド、まあソホランド来てもあれか。はい。束縛がね、なかなか2マナで打てないんですよね、このデッキ。まあ1試合目とかも同じだったんですが、まあやはり3色ランドは偉大ですね。3色ランドがあると、まあ簡単にね、1マナで打つことができるんですが、情報ランド型だと、まあ見ての通りですね。さあ、2枚ともトップ。なるほど。ランプ相手にトップはかなり強いカードの可能性がありますね。何があるんだろうな。まあ、ギックスの残虐とかワンチャンあるかな。カルナサウルスとかだったらトップに置きそうですね。さあ、まずは3点アタック。うん。まあ、相手このウセロはね、見えてるんで、これは何でしょう。お、なるほど。オブ。これね、ティップスあるんで、見ててください。2体出てくるんですが、1体目の能力スタックで、もう1体を除けることによって、まあ2体分の働きはさせないという動きをね、することができますね。で、さらにディスカードはベーロスが出てきます。オブニクシリスでアドを取ろうとしたらなぜかベーロスが出てきて、そのまま倒されていく。ベーロスはね、うまくハマるとね、強いですよね。さあ、そのままオブは倒して、まあ一応ベーロス、手札に置いておきますか。まあ束縛が1マナで打てるんだったら、ベーロス出してもいいんですけど、アクローザズ、はい。さあ、アクローザズは束縛でしっかりと捉えていきましょう。さて、まあ流れ的には、なかなかいい感じではありますね。さあ、ただ土地土地、何かを引いていかないといけないですが、まあ、ベーロスとイエド、2体並ぶとなかなか強力ですね。さあ、44バニラが2体。ベーロスもね、昔はレアだったんですが、まあ、なんならマスターズ系ですらレアでしたからね。エンチャント生贄。はい。そういえば黒のエンチャント生贄は、ローテ後は完全になくなるんですかね。まあ、このカードと絶望将来がね、あったんですが。さあ、ベーロスアタック。ベーロスも、まあ、44バニラといえど、やはり、対処しないと死にますからね。さあ、残り8点。何もなければそのままベーロスビートが決まっていきますが。全体改造機。はい。こいつはまあ、ブロックができないので、ブロックできないんですが、これはオブかな。はい。まあ、オブはこの状況だと、まあ、おそらく何もしないですね。さあ、オブ、2体出てくるんですが、まあ、スタックで焼いていきましょう。うん。さあ、さすがに塗料ですね。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。これはさすがにマリガンですね。はい。土地6ですが、まあ、キープしていきましょう。まあ、情報ランドだらけなんで、一応ね、引きたいカードを引きに行くことはできますね。さあ、豆の木はもらっていきましょう。相手は青黒。まあ、青黒に対しては、玉靴が引けてるのはだいぶでかいかなと。さあ、豆の木から。うん。次のターンできれば、アンタップインしていきたいですが、あら馬。螺旋は打てず、まあこれはしょうがないですね。沼はもらっていいかな。まあアンタップインから、大天使、
で、クリーチャーを落としたいっていうね、場面が多分出てくると思うので。さて、アラウマで、ワンドローはされてはしまいましたが、ヤギズナプラスでいくか。ヤギズナプラス、螺旋でいきますか。さあ、アラウマを除去って、3点、2点ゲインで、合計5点ゲインをしていく。まあ、説教者もね、そのトークンモードであれば、全然 OK なんで、ドローされたくない。という形ですね。さあ、ドレッド。ドレッドは嫌ですが、大天使。これはもらうか。まあ2点火力にしかならないんですけど、ここは大天使は出しそうですね。さあ5マナでキャストしていきましょう。まあ一応トークンを、焼いていく形ですね。まあ説教者にドローさせないのが鍵になっていくかなと。で、次のターンに、説教者はなんとか除去れて、まあドレッドは残っていくんですけど、まあアトラックサで、いろいろと対処カードを引いていきたいという形ですね。さあ、ここ除去を打っていく感じですかね。はい。さて、これで6点からの2点入って残り14。まあ、青黒も、ローテ後、完全にね、生き残るデッキなので、さあ、これは、しっかりと勝っていきたいマッチアップではありますが、さあ、まずはヤギズノで、1点ゲインからの、まあ、大天使で、4点ゲインですね。さあ、能力誘発で、説教者は落としていきましょう。相手、まあ除去、お、なるほど、メインティサーナ。これは強いね。説教者が生き残ってしまうので、で、さらに大天使、ただの3、4バニラ。これは、結構きつい展開ですね。さあ、ついにドローを許してしまう。ブロックするのか、これ。しなさそう。まあ、ティサーナを除去れたら、3、4、飛行反抗にね、戻っていくので、はい。さあ、脅迫は効かないと。これ、次のターンどうしますかね。大天使出した場合、説教者落として、なんかどっち出すにしても、相手がティサーナを持ってるかどうかですね、これ。除去持たれてるにしても、アトラックサかな、これは。ティサーナはもうしょうがないんで、アトラックサで、まあ、ヤギズの4点ゲインがあって、さあ、ただドレッドで2点は食らっていく。まあ、差し引き、2点ゲインですね。さあ、ティサーナあるかどうか。お、ティサーナない。ただ弱い。弱いですね。まあ、ヤギズの豆の木、長宝ランドでいいかな。魂の洞窟はもう1枚あるので、まあ、ここは長宝ランドをもらっていきましょう。からの、長宝していく。平地は墓地に落としていくと。ドレッドをね、ちょっと対処できないと、なかなか厳しいので、黒幕。黒幕はまあ、ラッキーですね。豆の木の、泥分があったので。さて、ただ、アトラクサを対処できるかどうか次第、相手は。お。さあ、構えてくる。束縛いいですね。残り7点。まず、螺旋かな。螺旋で黒幕を落としたいですね。まあ、これで合計、5点ゲインができると。黒幕起動。さ
さあ、ドレッドで2点食らって、まあ、ただ5点ゲインできるんで、切り崩し。はい、3点ゲインを防ぎたいと。ただこれで相手青マナがなくなったので、まあカウンターを気にする必要がなくなりましたね。これでドレッドを除去ったらさすがに、はい。まあこれ投了ですね。GG。さあ相手は青黒なんですが、青黒、入れるカード正直ないかな。まあ2ゲートを入れたいかどうかぐらいですかね。いや、まあそのまま行きましょう。さあ1本目勝って2試合目。土地1はマリガン。これちょっとな。一応螺旋打てで超ホランドあるんで、まあキープしてみますか。緑マナを、まあどこかで引いていきたい。魂の洞窟は緑マナではない。はい。商業地区来ましたね。さあ、これでなんとか、プレイしていくことはできるハンドにはなったかなと。まあ、束縛がね、その、軽いマナで打てないっていうのはあるんですけど、超ホランド型は、事故を防いでくれるっていう、まあ、いい面もありますね。さあ、説教者。説教者は、一旦除去りたいかな。ドローされたくないですね。次のターン仮にセオルドレットが出てきたとしても、まあ、1枚引けば太陽効果まで繋がっていくので、はい、ドレッド。大天使。まあ、豆の木は置いていい気はしますね。まあ、群れの渡りも使っていきたいので、群れの渡りから森持ってきて、まあ、豆の木かな。まあ、ドメインを稼ぐことはできないんですが、フルでしっかりと動いていきたいですね。お、束縛、いいですね。まあ、ただ相手青黒なんで、まあ、構えてくる可能性は全然ありますね。さあ、4点。まあ、構えてきそう。はい。さて、どうするか。まあ、ただ、このターンはあれか。天使出さないんで、まあ、構えですね。魂の洞窟は置いてしまうと、次のターンに、土地破壊系をね、引かれる可能性もあるんで、このターンは森を置いていきましょう。黒幕。残り2マナだったら、束縛、打つかな。まあ、2ゲート、ストロークは刺さるんですが、他のカウンターは、刺さらないですね。さあ、ワンドロー。っていうか黒幕。まあこれはちょっとミスですね。黒幕出るスタックで打った方が良かったですね。さあ、束縛通っていく。これはだいぶでかいですね。さあ、ライフ残り11点ではあるんですが、まあライフを得る手段はね、結構豊富にあるデッキということで、お、カウンター使うかな。まあカウンターは別に吐いてもらった方がいいかな。さあ、残り9点まで。からの調査員。なるほど。これ、太陽効果でいいかな。次のターンは、太陽効果をそのまま打って、まあちょっと黒幕で、どんどんとね、ドローはされてるんですけど、さあ、超ホランドから、豆はもらっていきましょう。さあ、なんとかピンチを出した感じはありますね。まあ、ただ残り9点。まあ、大天使、そのままキャストもある。かな、これは。さあ、相手もミスラランドを詰めていく。アトラクサー落ちる。
ちょっとね、これはなんだ。相手の方が有利そうな感じではあるんですが、なぜかここで投了と。まあ、夕ご飯に呼ばれた可能性はありますね。まあ、これは疑惑の勝利ということで、GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。